皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。ホットドッグの絵が途中までできています。ホットドッグにはいろいろな要素がありますね。パン、オニオン、ソーセージ、マスタード、ピクルス。それぞれ特徴があって書き込み方も違います。どのように書き込んでいくとこのようにリアルになるのでしょうか。実際に絵を描く様子を見ながら具体的に説明しようと思います。それではスタート。書き込みを始めるまでの準備があります。まずは下書き、ブラシは鉛筆。写真を見ながら目視で書きます。次に線画、ブラシは鉛筆。下書きを清書する形ですが、拡大して書くので、より細かい情報を書き込んでいきます。そして下塗り。ブラシはハード円。色を均一に塗れるものなら何でもいいです。パーツによってレイヤー分けをして塗っていきます。パンの部分に大きく明暗をつけます。この時のブラシはマーカー。流量を下げて薄くして重ねるように塗ります。ここでレイヤー分けの説明をします。下塗りの時にレイヤー分けをしておきました。こんな感じです。なぜこんなにレイヤーを分けるのかというと、レイヤーのある機能を使って効率よく書き込むためです。それがこれ。レイヤーアクションの中にある透明度ロックです。レイヤーの中は絵が描かれている部分以外は透明です。その透明度をロックする。つまり透明な部分に絵を描けなくする。そうするとこんな感じでブラシがはみ出しません。他の部分にはみ出すことを気にすることなく大胆にブラシを動かせる。これで作業が随分と効率的になります。それでは書き込んでいきましょう。まずは一通り書き込むところをご覧いただきます。書き込みは部分的に進めていきます。まずはパン、オニオン、ソーセージ、マスタード。レイヤー分けをしておき、そのレイヤーの透明度をロックしながら描いているので、とても効率的に進めています。ブラシは基本的に鉛筆を使っています。ペンの角度を変えて、ブラシの幅を変化させたり、筆圧を調整して濃度を変化させながら書き進めています。途中まで書き込んだところを一気にご覧いただきました。では具体的に書き込み方を説明します。まずはパンから。この範囲を書き込みます。素材写真ではこうなっています。まずは下塗りの色より一段暗い色で形を描きます。これで全体の凹凸を作ってしまいます。次にもう一段暗い色で凹凸をさらにはっきりとさせます。この時にテクスチャーも意識して描いていますが、割と適当です。下塗りよりも一段明るい色で描き起こします。写真を見るとひび割れたエッジの部分が明るくなっているので意識して書き込みます。次につぶつぶのテクスチャーを書き込みます。すでにつぶつぶテクスチャー用のレイヤーを作ってあるので簡単に説明します。パンのレイヤーの上に2つレイヤーを作っています。1つは暗い色のつぶつぶ用、レイヤーの描画モードを上山にしています。もう1つは明るい色のつぶつぶ用、レイヤーの描画モードをスクリーンにしています。このどちらもパンのレイヤーにクリッピングしています。こうすることでパンが描かれている部分から絵がはみ出しません。このパンの部分には明るいつぶつぶを描きます。ブラシはピクセルブラシの特殊効果から羽を選びます。色はこのくらい。こんな感じでパンの表面のつぶつぶを表現しました。パンのレイヤーに戻って暗い部分を書き込みます。ちょっと書き足して、
はい、パンの書き込みができました。次はオニオン。下塗りでは暗めの色を塗っておきました。明るい色で書き起こしていきます。下塗りより一段暗い色で書き込みます。明るい部分を書き込んでできました。同じように別のオニオンも書き込みます。下塗りの色を暗くしておいたのですが、それにはあまり深い意味はありません。暗い部分から明るい色で書き起こすのが結構好きなんですよね。ではソーセージを書き込みます。下塗りの色よりも一段暗い色で書き起こします。次にもう一段暗い色で書き起こす。ハイライトを入れる。はい、ソーセージの書き込みが終わりました。ポイントはハイライトの色です。ハイライトは明るい、白いという思い込みを振り切って、写真をよく観察して色を選びます。マスタードを書き込みます。これもソーセージと同様、まずは下塗りの色より一段暗い色で書き起こす。もう一段暗い色。さらに暗い色。暗い色を重ねていくときに色選びに注意します。暗い色を選ぶというのは、それよりも明度が低い色を選ぶということではありません。彩度も同様に濃くします。色相も同じ黄色系だけでなく、少しオレンジに振った色も使います。明度だけが下がった暗い色を選ぶと、全体がどんどんぼやけていきます。私はいつも暗い色を選ぶときは、彩度や色相にも気を使うようにしています。暗い色というよりは、濃い色を選ぶと考えるといいと思います。ハイライトを書き込みます。ハイライトはソーセージ同様、色選びに注意します。ハイライトは明るい、白いという思い込みを振り切りましょう。つぶつぶをつけたらマスタードの完成です。このようにパーツごとに書き込んでいくことで、リアルな絵を徐々に完成させていきます。今までパン、ソーセージ、マスタードとホットドッグの一部分を書き込んできました。あの範囲の書き込みでかかった時間はだいたい1時間くらいです。ある範囲を書き込んだら休憩、また別の範囲を1時間くらいかけて書き込み休憩、そんな感じでいつも絵の書き込みを進めています。ということで絵ができました。いかがでしたか？今回は絵の書き込みについて進め方を詳しく説明しました。こんなリアルな絵どうやって描くのと思われる方もいるかもしれませんが、段取りを作って結構システマチックに進めているのが分かっていただけたかと思います。特に部分的に完成させていくというところがポイントです。そうすることで終わりが見えるので、モチベーションを維持しながら描き進められます。今回の動画が面白かった、ためになったと思ったら高評価ボタン、応援してもいいよという方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。